こんにちは、はずきです。アマプラで物語シリーズを見ていました、ポンです。さて今回のお話はこちら。必見プリセット強化の裏技、2月のアップデートということでお話ししていこうと思います。今回も1月アップデート内容の動画と同じように火力に関するところをピックアップしてお話ししていきます。またゲームプレイ中にプリセット強化の裏技を発見しましたので、それの説明をしていきます。ドキドキワクワクなのポン。それでは早速プリセット強化の裏技の結論からいきましょう。早速すぎるのポン。ローゼラム武器はご自分が作りたい本命1本だけ作れば大丈夫です。それでは2月のアップデート内容をお話ししていきましょう。とっても気になるのポン。1月31日アップデート。1月31日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものはクバリスリージョンのアップデート、レベル85の解放、様々な機能改善に含まれるプリセット能力の威力調整です。クバリスの全フィールドが大幅にアップデートされています。具体的にはレイ・ヨル・ドキョウ・コウがアップデートされ、戦闘セクションのベルガ内積にランク4が追加されています。さらに新レアリティ10武器のローゼラム武器、新レアリティ9防具のエイネアーマも追加されています。ついに来た新武器新防具なのポン。それでは性能を見ていきましょう。ローゼラム武器の攻撃力は1098、威力加減は 50%、 潜在能力は時の式、能力は威力プラス 36%、 P8 テクニックの威力プラス 5%、 TP 消費量増加プラス 10% です。とっても強そうなのが来たのポン。ローゼラム武器は間違いなく最強クラスだと思うからみんな欲しいと思うかな。ですがこのローゼラム武器はマイショップで売ることはできないので、ご自分で作成するかドロップで入手していく必要があります。頑張って手に入れるのポン。次にエイネアーマの性能は各威力上昇はプラス 5.5% です。5.5% もあるのポン。絶対強いのポン。だね。すぐにお乗り換えを考えるレベルで強いからすぐに入手して強化していきたいところなんだけど、このエイネアーマはドロップのみご自分で入手していく必要があるんだけど同じくドロップで入手できるエイネアーマビだ。エイネアーマビオはマイショップで売ることができるみたいだね。紛らわしいのポン。価格はご覧の通りでものすごく安いからすぐに揃えちゃいたい方は即購入でもいいかもしれないね。ではものすごく強いということが分かったところでどうやって入手していくのか説明していきましょう。まずローゼラム武器は交換で入手するのが一番確実ですので素材を集めていきたいところではありますが、クバリスリージョンに新しく追加された12個の赤箱を開けることで必要な素材のおよそ半分を入手することができます。ポンはとある人の動画を参考にしながら集めたのポン。これで必要な素材のおよそ半分を入手できますので、その後でレイ・ヨル・ドキョウ・コウで丸グルを行います。レイ・ヨル・ドキョウ・コウでは必要な素材はもちろん落ちますし、理論値構成に使う特殊能力も落ちますので積極的に丸グルをしていきたいところです。絶望エネミー限定ではありますがファウンデーターも落ちますね。また強化されたエンシェントエネミーを倒すと各 LC 特殊能力が入手できたりエイネアーマがドロップしたりローゼラム武器がドロップしますのでレアドロップのアイテムを使って丸グルをしていきたいですね。レアドル 200% アップの期間で数時間で1本だったポンから絶妙なドロップ率なのポン。ちなみにベルガ内積のランク4については現状はハイクバルドミナを交換するためにクバルソブリナを入手しに行く場所となっていますので後回しでも良さそうです。ハイクバルドミナの性能は PP プラス6、威力プラス 3%、威力加減補正プラス 2.5% ですので理論値構成を目指す方やもっと上を目指す方向けの場所となっています。ポンは称号もあるポンから最終的にはここにこもる感じになりそうなのポン。さて強いローゼラム武器を入手しプリセットの強化をしていきたいと思っている方も多いと思いますのでここでお待ちかねのプリセット能力強化の裏技についてお話ししていきましょう。待ってましたなのポン。この画面でお話ししても分かりにくいと思いますので実際の画面でお話ししていきます。まずは復習から。はずきちゃん、プリセット能力の移植とプリセット能力の強化の仕様の違いって何だったかな？プリセット能力の移植は同盟の武器、プリセット能力の強化はマルチウェポン可能な武器でできるのポン。正解。よく覚えてるね。ということで
まずはご自分が使いたいローゼラム武器、交換やドロップで入手したローゼラム武器にプリセットを付与していきます。プリセット能力強化から進み、この画面に来ると、本来であればこの欄にプリセット能力レベル1追加のアイテムが選択できますので、それを選択し、ご自分が付与したい能力をつけていきます。どのプリセットを付与していきたいのかは後で詳しくお話しできればと思います。そして武器は違いますが、こちらをご覧ください。ローゼラム武器に付与されているアンウィックス1をマルチウェポン化が可能なレコードバッジ30個で入手できる姿勢1型で、アンウィックス2に強化できることが可能となっています。プリセット能力強化の条件がマルチウェポン可能な武器ポンから。そう、こんな感じでファーシュメル武器みたいに重ね合わせることで、いずれはプリセット能力レベル5を作れちゃうってことなのね。すっごいのポン。姿勢1型ってこんな感じで使っていくといいのポンね。ということで、今回のプリセット能力強化についての裏技をまとめると、ご自分が使いたいローゼラム武器のプリセットレベル1にレコードバッジ30個で入手できるローゼラム姿勢1型プリセットレベル1を重ねることで、ローゼラム武器プリセットレベル2ができます。これはローゼラム武器とローゼラム姿勢1型はマルチウェポン可能な武器なので、プリセットレベルの強化に使え、最終的にはプリセットレベル5を目指せるということです。具体的には、ご自分が使いたいローゼラム武器1本とローゼラム姿勢1型15本を重ねることで、最終的にローゼラム武器プリセットレベル5を作ることができます。ですが、現実的なのはローゼラム武器プリセットレベル3くらいかなと思いますので、ご自分が使いたいローゼラム武器を1本、ローゼラム姿勢1型3本を重ね合わせて、まずはローゼラム武器のプリセットレベル3を作ってみましょう。ポンはプリセットレベル5を目指していくのポン。ということで以上がプリセットレベル強化の裏技についてのお話になります。ここまででとっても時間がかかっちゃったのポン。それでは続けていきましょう。プレイヤーのクラス上限を85まで解放されています。さらに強くなれますので、よく使うクラスだけでも85まで上げておくといいですね。また、レイ・ヨル・ド強行でのマルグルは80以上からでもすることはできますが、ローゼラム武器の装備条件はレベル75以上、エイネ・アーマの装備条件はレベル81以上なので、しっかりとレベルを上げておきましょう。ポンはレイ・ヨル・ド強行を回ってたら全部85まで育ってたのポン。プリセット能力の全体的なバランス調整が入っています。また、先ほどお話ししたアイテム、プリセット能力レベル1追加のアイテムが X キューブ10個と週3個まで交換が可能となっています。週3回までしかプリセット能力レベル1を作ることができないのポン。運で乗り切るのポン。それではバランス調整が入ったプリセット能力についてのお話をしていきましょう。バランス調整後の能力はこんな感じです。注目するのは、フェタル5でクリティカル発生率プラス 22%、テルミナ5でクリティカル威力プラス 25% という点でしょう。アンウィックスよりもアバンダクよりもぶっちぎりで強くなっちゃったのポン。これはもうフェタルかテルミナでいい感じなのポン。だね。とりあえずフェタルかテルミナをつけていくっていう感じになっちゃったね。じゃあどっちをつけるといいのポン。ね。まず大前提のお話として、はずきちゃん、クリティカルってそもそも何だったかな？クリティカルって威力倍率 100% のダメージ 120% のダメージのことポン。だね。よく覚えてるね。で、そもそも今回のプリセット能力の調整でクリティカル自体の調整は入っていないから、今まで通りのクリティカル発生率 30% を超えるかどうかの判断で大丈夫なのね。ポンはどうしたらいいのポン？ね。クリティカル発生率 30% を超えたらテルミナ、超えなかったらフェタルをつけていったらいいよねっていうのが今まで続いてきたから、これからもそんな感じになっていくと思うかな。具体的には、なんやかんやでクリティカル発生率 30% を超えるスレイヤーはテルミナ、クリティカル発生率 30% を超えないスレイヤー以外のクラスはフェタルをつけていく感じかな。ポンはブレイバーだから、フェタルをつけていく感じなのポンね。ちなみになんやかんやって何ポン？ね。スレイヤーのクラススキルのメイン効果とか、ガンスラッシュギアとかだね。なんだか越えられない壁を感じるのポン。まあ、はずきちゃんに合ったクラスと武器を使っていくのが一番だから、ここは気にしないようにしようね。ということで、調整後のプリセットのお話並びに、1月31日のアップデート内容については以上になります。こ
こまでで10分なのポン。それじゃあ残りを一気に見ていこうね。2月7日アップデート。2月7日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定クエストスナイダルベラ討伐戦 V2 です。このクエストの報酬がとっても気になりますね。ポンはローゼラム武器の素材とかプリセット能力レベル1追加のアイテムがドロップしてほしいって思ってるのポン。2月14日アップデート。2月14日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定緊急クエスト第2次ハルフィリア雇用激戦です。こちらの緊急クエストでエイジスソウルが大量に入手できるのであれば理論値構成にも使うグラディエソウルを作りやすくなると思うのでこちらの緊急クエストの報酬に注目していきましょう。エラーディソウル4はとっても欲しいのポン。2月21日アップデート。2月21日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものはクバリスの戦闘セクションがアップデートされることです。戦闘セクションのロストセントラルに新ランクが追加され新たな転校石獅機械が追加されます。この石獅機械は TSE バーストを発生させやすい転校のようです。じゃんじゃんバーストしていくのポン。また新スターレスボスドライベルズが追加されます。このボスエネミーから何がもらえるのか気になるところですがヘッドラインのムービー中にしれっと映ってました。スピレロドライエルとかレジリロドライエルって書いてるのポン。私の勝手な予想ではありますがカクトリアブルの上位版なのかなって思っています。もしそうだったらとっても楽しみポンね。2月28日アップデート。2月28日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定クエスト高原の総統戦242種類の AC スクラッチです。あれ AC スクラッチが火力に関係しそうなのポン。これは多分というかそうあってほしいから気になっちゃうかな。また後で話してなのポン。こちらの期間限定クエストも報酬が気になるところですので報酬に注目していきましょう。プリセット能力レベル1追加のアイテムが欲しいのポン。で気になるこちらの2種類の AC スクラッチなんだけどなんで気になっちゃうのポン。お正月にあったあの AC スクラッチって覚えてるかな。とんでもなく AC がかかっちゃうプリセット能力強化成功&大溶剤レベル4のことポン。そうあの目玉アイテムが入手できるから私も1月のアップデート内容の動画で取り上げたんだけどなんとなくこの2種類の AC スクラッチにこの重要アイテムプリセット能力強化成功&大溶剤レベル4が回数ボーナスで来てくれたら嬉しいなって思うかな。だから気になるのポンね。ローゼラム武器をプリセットレベル5にしやすくなるのポン。だね。AC スクラッチの回数ボーナスにも注目していこうね。はいということで2月のアップデート内容は以上になります。2月はほぼ全てのアークスが新武器新防具の入手そして強化をしていく月となっていきますので皆さんもぜひプリセット能力強化の裏技を使ってローゼラム武器の強化を進めていただければと思います。また理論値構成を目指すがっつりレボリューションなそこのあなたは唐突にラーメン屋さんのセットメニューを言わないの。配るドミナを交換で入手するためにベルガ内石のマルグルも頑張っていきましょう。ということで今回の動画はここまでとなります。次回は理論値構成を目指した武器と防具の強化についてお話ししていこうと思いますので引き続き見ていただける方はぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますなのポン。それではまた次の動画で会えることを楽しみにしています。ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバイ。ポン。